シュートフォームを説明するために簡単な模型を作り、軸足の使い方についての実験をしたら、僕自身も驚くほど分かりやすい結果になりました。やはり体は使い方次第で激変するのだと改めて実感できました。ぜひそこだけでも見てみてください。この動画の流れはこちらです。シュートの科学、フォーム全体の流れ、軸足を使いこなす2つのポイント、全身のしなりを使う2つの意味とは、足根骨でインパクト。まとめ。概要欄の目次から飛ばしてみることもできますので、興味のある項目から見ていただければと思います。では早速いきましょう。最も強力なシュートを打てるインステップキックについて解説していきます。インステップで蹴るには、つま先を伸ばす必要があるため、つま先を伸ばしても地面を蹴らないように、軸足を斜めに傾けなければなりません。軸足を斜めに傾けるために、助走も斜めから入ります。斜めから助走に入り、しっかり加速して、最後の一歩は大きく前に踏み込んで足を振りかぶります。蹴り足を後ろへ振りかぶる動作は、足を後ろへ振りかぶるというよりは、最後の一歩を大きく踏み込むことによって、自然と後ろへ足が上がるというイメージです。大きな一歩で踏み込みますが、上にジャンプするのではなく、前に大きく加速するイメージです。蹴り足の軌道であるスイングプレーンに膝下のスイングが重なるように振り抜きます。スイングプレーンというのは蹴り足の軌道が描く平面のことです。例えば蹴り足全体のスイングプレーンがこれで、膝下のスイング軌道がこのようにずれていると、ボールをまっすぐ蹴るためのエネルギー効率が悪くなります。変化球を蹴るときにはあえて軌道をずらすこともありますが、基本的なインステップキックではこの軌道をまっすぐ揃える意識で練習すると良いです。そしてボールを蹴った後は、惰性で少し体が前に流れます。これが大まかなインステップキックの蹴り方になります。ではここから深掘りして分析していきましょう。軸足の役割は主に2つです。1つ目は助走にブレーキをかけること。2つ目は体を上に引き上げることです。軸足を適切に使えると、蹴り足を急激に加速させることができます。これはとても重要なポイントなので、簡易的な模型を使って少し詳しく解説します。こちらが股関節、膝関節、こちらがボールを蹴る側部だとします。蹴り足は振り子のように円運動をするわけですが、この振り子の先端をより加速させるためにはどうすればよいでしょうか。その答えがブレーキをかけるというものです。まずはブレーキをかけずに通過させてみます。膝が曲がったままで、側部は後ろに残ってしまいました。では今度はブレーキをかけてみます。ブレーキをかけた方が側部が加速し、膝が勝手に伸びました。このブレーキによる側部の加速は、筋力を全く使わなくても、慣性と各運動量保存則によって物理的に生じるものです。このブレーキの効果を利用するために、軸足の着地はやや前方へ斜めに突き刺すようにし、前に進む体にブレーキをかけます。これがもし、軸足の着地が斜めではなく、地面から垂直に近くなっていると、体がそのまま前に流れてしまうため、ブレーキによる物理的なエネルギーがうまく使えません。これでは体幹部の進む速度と筋力のみに頼るシュートになってしまいます。もしかしたら、早く走り抜けた方が、その走る速度プラス蹴り足の速度で強く蹴れるように感じるかもしれません。しかし物理的にはそのまま走り抜けると膝が伸びず、側部は後ろに残ってしまいます。そしてその物理的には伸びない膝を筋力で無理やり伸ばすことになるので、余計な筋力が必要になりスピードも出ません。一方このブレーキの効果をうまく使えれば、筋力を全く使わない状態でも側部は勝手に加速します。そしてその物理的に加速した足にタイミングよく筋力を乗せることでより強力なシュートを打てるのです。これがブレーキの効果になります。そしてさらに振り子を加速する方法はもう一つあります。それが振り子を引き上げるというものです。厳密に言うと末端部から回転の中心部に向かって引っ張るような動きです。これをすると先端の速度がさらに増すのがわかると思います。このブレーキと体の引き上げこそが軸足の最大の役割です。斜めに着地し、体幹部にしっかりブレーキをかけ、ジャンプするイメージで体を引き上げることで、蹴り足は急加速します。とはいえ、ブレーキをかけすぎても、
ジャンプしすぎてもエネルギー効率は悪くなってしまいます。シュート後に体がほんの少し浮いて、惰性でやや前に流れるくらいがベストな軸足のつき方です。ちなみに助走の速さや体重、体型も関係してくるので、一概に軸足の角度は何度がいいとは言えません。しかも強く踏ん張れるつま先の向きやボールとの位置関係にも個人差があります。個人差については過去の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。ご自身の助走の速さや踏ん張りやすさ、シュート後の体の流れ具合も意識しながら、ベストなポジションを探していただきたいと思います。全身のしなりを使うにあたってポイントは2つあります。1つは作用反作用の法則を利用すること。もう1つは伸長反射を使うことです。この作用反作用の法則についても、フォームについて考える上でかなり重要な要因になります。まずはあなたに作用反作用の法則を体で実感していただきたいと思います。両手を左右へ広げ、前後にパタパタと動かしてみてください。動かしているのは腕なのに、体の中心部である頭や体幹部も前後に動いているのがわかると思います。腕を前へ出すと体幹は後ろへ。腕を後ろへ引くと体幹は前へ動きます。体幹を全く動かさずに腕だけを動かすのは不可能です。ここでいう意識的に動かしている腕の動きが作用にあたり、勝手に動いてしまう体幹部の動きが反作用によるものです。反作用の力は作用と真逆の方向に同じ強さのエネルギーで生じます。そのため腕を速く動かせば同じ速さで体幹が動いてしまうのです。このように体はどこの関節をどう動かして作用させても必ず反作用も生じます。これは物理的な大原則です。ではこれを踏まえた上でサッカーのシュートフォームについて考えてみましょう。真上から見るとボールを蹴る動作は左足を軸にして足を反時計回りに動かすことになります。ということは体幹部には右足の動きによる反作用によって時計回りの力がかかるのです。これはくるくる回る回転ボードですが、この上でボールを蹴るように足を振ってみます。体幹部が反作用によって時計回りに回り、うまく足を振れません。次に回転ボードの上で左腕を時計回りに振ってみます。今度はその反作用により体幹部は反時計回りに回りました。では次に右足の動きと左手の動きを合わせてみましょう。軸足が全くぶれずに強く振り抜くことができました。つまりこの左腕の動きは作用反作用の法則により軸足がぶれないよう安定させる働きがあるのです。例えば足の振りの方が強ければその反作用により体は時計回りに回ってしまいます。軽くでもバランスが崩れていればこのようにねじれます。地面に足をついていると気づきにくいのですが、この回転ボードの上で足振りをしてもらうとバランスが崩れている選手がとても多いことがわかります。一方バランスが取れていれば軽くでも思い切り強く振っても軸足はぶれません。軸足がぶれると力も入りにくいですし、コントロールも悪くなります。また怪我につながる可能性もありますので、そういった意味でも上半身とのバランスは重要です。そしてさらに、この左腕の動きには、シュートの威力を高める効果もあります。左腕の作用が強ければ強いほど、反作用も同じように強くなります。つまり、左腕をタイミングよく強く振ることで、体にはより強く反作用が生じ、蹴り足を加速するための反時計回りのエネルギーが生じるのです。そしてこの作用反作用の法則において重要なのは左腕だけではありません。今度はシュートフォームを横から見てみます。するとおよそ重心の位置を中心にして蹴り足は反時計回り、体幹部は時計回りに動いているのがわかります。体幹部を前屈させて時計回りに作用させると下半身はその反作用により反時計回りのエネルギーが生じ蹴り足を加速させることになるのです。そして全身のしなりを使うにあたってポイントの2つ目は伸長反射を使うことです。伸長反射は急激に筋肉や腱が引き伸ばされた時に一気に収縮する反射です。この反射による筋収縮は意識的に筋肉を収縮させるよりもずっとスピードが速く強い力を発揮できます。右足で地面を蹴った直後にしっかり体を反らせ、大胸筋から腹筋、腸腰筋を引き伸ばすことで伸長反射を利用し蹴り足のスイングを開始します。そして軸足の着地によるブレーキで自然と蹴り足が加速するのに合わせて左腕を前に
体幹を前屈し、蹴り足をより加速させます。実際の試合では動きの中でシュートを打つため、ここまで大きな動きができるわけではありませんが、基本のシュート練習としては、左腕や体幹部まで全身をしならせ、下半身とのバランスを取るイメージで練習していただきたいと思います。ボールに蹴り足のエネルギーをしっかり伝えるためには、できるだけ硬く、衝撃を吸収しないような場所でインパクトする必要があります。例えばここだと、腱などの軟部組織が多く、硬くないため、あまり反発しません。そしてここだと、ボールに当たった衝撃で足首が曲がってしまうので、やはり反発力は弱いです。一方この部分は、足根骨という骨が皮膚のすぐ下にあり、一番硬い部分になりますし、足首の関節にも近い部分なので、押し負けてしまうこともあまりないです。そのため強いシュートを打つなら、この足根骨の部分で蹴るのが良いです。また、蹴る時の足の形ですが、足の親指の付け根だけでつま先立ちをするような形になります。こうではなくて、こうです。人体の骨格上、足首はこちらの内側へ傾ける方が可動域が広いため、ただ足首を伸ばすだけでは、このようにやや内側へ傾きやすいので気をつけてください。足首がこのように少しでも内側へ傾いていると、可動域がこちらに広い分、ボールにインパクトした時に足首が押し負けやすくなります。こちらの映像を見るとわかりますが、インパクトの瞬間は足が歪むほどの衝撃があることがわかります。少しでも足首が緩んでいれば、より大きく足がぶれ、せっかくのスイングのエネルギーが分散してしまうわけです。一方、このように外側へ傾けて、若干足裏を外へ向けるようなイメージにすると、より足首が固定され、ボールに当たっても足首が押し負けにくくなります。ですので、こうではなくて、こうなるように意識して足首を固めると良いです。そしてこの足首の形で足根骨にボールを当てるためには、足を斜めに寝かせないといけません。斜めから助走して、斜めに軸足を着地することにより、つま先が地面に当たることなく、足根骨でインパクトすることができます。この時の姿勢も重要で、基本的には上半身はまっすぐになり、足だけが斜めに傾いているような形になります。上半身ごと斜めになるより、このように傾けた方が、より足を斜めにすることができ、足根骨でインパクトしやすくなります。この姿勢がうまく作れない人は、このように壁に腰で寄りかかり、インパクトの姿勢をイメージすると良いです。軸足を斜めに傾けて踏ん張り、足首を固め、足根骨でインパクトしましょう。軸足の役割はブレーキと引き上げです。斜めに突き刺してブレーキをかけ、軽くジャンプするイメージで引き上げましょう。全身をしならせ、上半身もしっかり使うことでバランスを取り、蹴り足を加速させます。インパクトの衝撃に押し負けないよう、斜めに入って足根骨でインパクトしましょう。ぜひこの3つを意識していただき、強力なシュートを身につけてもらいたいと思います。次回の本編では、練習をする上での注意点である、力を抜け、力むなということについて解説していきます。あなたはなぜ力を抜いた方が良いのか、どの瞬間にどこの力を抜いて、どの瞬間にどこへ力を入れるべきなのかをご存知でしょうか。こういったことを具体的に解説していきたいと思います。興味のある方はぜひチャンネル登録をして次回の投稿をお待ちください。またこのチャンネルではこういった詳しい解説を行う本編の動画を投稿しつつ、その合間に質問やリクエストにお答えする簡単な質疑応答動画も配信しています。どんな競技でもどんな質問でも構いませんのでお気軽にコメントください。最後までご視聴ありがとうございました。